こんにちは。今日はデニッシュをちょっと作ってみようかなと思うんですけど、夏場はやっぱりね暑くてバターが溶けちゃって作るのが難しいなと思うんですけど、ちょっとねいろいろ工夫しながらやっていきたいと思いますね。で材料なんですけど、今日もスーパーで買ってまいりました。で結構ねドシンプルで、牛乳も卵もね今日は入れないで、入れなくても十分美味しかったのでこれでやっていきます。でバターなんですけど、バターはね今日結構たくさん入れるんですけども、有塩バターでやっちゃおうと思ってて、世の中にやっぱ有塩バター警察の方結構いるから、こういうパンとかお菓子は無塩の方がいいですよとかね、発酵バター使った方がいいですよとかいう方もたまにねコメントいただくんですけど、私もねそうだと思います美味しいよね多分ね、無塩とかの方がだけどねちょっともう高いから、ごめんなさい、私有塩でいきますね。でごめん、まだ説明していい長いもう YouTube でさ、最初から長々喋る人おるよな私ですでね、強力粉なんだけど、春よ来いとかね、いろいろあると思うんですけど、今日はねこのふっくら系の日本ふっくらパンのね、この強力粉でやろうと思います。これ好きなやつでいいかなと思いますね。でね、オレンジピールを今日は入れたかったんだけど、ちょっと売ってなくて、なんか100均とかにもあるかなと思ったんだけど、なんかね売ってなかったから、今日このドライフルーツのやつをねちょっと刻んで入れてみようかなと思います。これね本当にレーズンとかでもねもちろん美味しいし、これ入れても入れなくてもっていう感じなので、なんか好きな具材ね入れるといいかなと思いますね。でまだ説明するからはよ作れやって全然作らへんからで今日ねパウンド型のこの18センチのやつ、多少ね誤差あっても全然大丈夫だと思うんですけど、このミニパウンド型ってね、この高さ半分くらいのやつが売ってたりするから、それだとねやっぱちっちゃいと思うので、高さが結構6センチくらいしっかりあるやつだったら大丈夫かなと思います。今日18センチでやっていきます。じゃあ作り始めようかやっていきましょうか。お水はね常温に近い感じのぬるま湯で今日はやってみようかなと思いますね。でお砂糖にイーストを溶かしていきます。いいですね。で今日はね私ボウルで手でちょっとこねる感じでやってみようと思うんですけど、ホームベーカリーでもね全然一緒で、なんていうの、普通の食パンと同じ生地を今から作っていく感じでやります。でお塩をねちょっと少なめにしました。有塩バターを結構たくさん入れるっていうのと、あと型にもね、私も絶対くっつけたくないからめちゃくちゃバター塗るでやんか。だから結構量をね使うっていうので、だいたい 1g ぐらい減らした感じでお塩入れてみました。でお水を入れたらだいたい1分半ぐらいなんですけど、ひとまとまりになるまで、粉っ気がなくなってなんかまとまってきたなっていうくらいまで、これくらいまでヘラで混ぜまして、でこっからですね手でいきます。きれいに手洗ってきまして、バターですね、フィリングにも今日いっぱいね折り込みをしたいので入れるんだけど、この生地の方にも私はこの必ず入れていて、綿棒で生地を伸ばす時に伸ばしやすくなるっていうのと、日が経ってもやっぱりしっとりした生地になるなと思うので、これはね結構しっかりね入れるのがおすすめです。でねこねてるとこの途中このプニプニしてきた感じになって、すごいなんかね失敗したなっていう感じになるんだけど
なんか言う通りやってたら全然うまくいかんねんけどみたいな感じになんねんけど、それをね通り越してこの生地の感触がなんかね均一になってきて、なんかこれがねすごい楽しくて結構毎回やっちゃうねんけど、このこのまとまってくる感じになったら 3,4 分くらいでなると思うんだけどよくて、でこのボールがつるっとしてくると思うんで、そしたらよしとしてます私は。正解は分からへんけど生地の方はねあんまりつるっとしてないんだけど、もうこれでよしとしてまして、これで一旦ちょっと置いていきます。でその間にですね、今日はバターシートを作ろうと思いますね。でこのバターの量が冬場はねやっぱこの倍くらい入れてて、いっぱい入れるとやっぱり美味しいので、それでたくさん折り込みをしてっていうのでやってましたけど、夏はもう溶けてきてとにかく難しいから、その半分くらいの量でね今日はやってみようかなと思います。で大きさももうねこのだいたい手のひらくらいになるように、それ目安にもう何センチとか測るのちょっとめんどくさくて私あんまり好きじゃないから測らないんですけどでこの重さも今日はもう測らないっていうのも、これ測ってるうちからもうバター溶けてくるから熱くてね、この銀紙のメモリがついてると思うんだけど、これって高級なバターはついてなかったりするんかな。私の買うバターはいつもメモリついてるから、これでね 3,40g ぐらいになるように6枚に切っていく感じで並べていく、長方形にね。そうでだいたいこれが手のひらくらいになると思うので、ちなみにねねっていうほどドンピシャでもないけどすごいでしょうの手で言ったけどまあだいたいこの30から40くらいの間に収まるぐらいで目安でね、でこのぴったり包んでいく感じですね。ただあんまりやっぱり量が多いと難しかったので、これぐらい目安でこのそうですねぴったり包めたら、あとはゴロゴロしてつなげていくっていう感じで、これでもうねよしとします。で冬場はもう冷蔵で十分良かったんですけど、もうね夏場はこれ今すごいごちゃごちゃ喋ってるうちからもう溶けてきてね、この端っこのところとかねもう溶けてきてるから、冷凍で冷凍庫に入れてちょっと待っておきますね。で15分経ちましたら、表面がまだちょっとねボコボコしてると思うので、これをね叩いてつるっとさせていきます。ちょっとこの回す感じで全体がまんべんなくつるっとするように。割とすぐね1分くらいで、いいですね、つるっとするんで、これでよしとしまして、でまた整えて、これでねもうやることおしまいで発酵させていきます。で目安2倍くらいなんですけど、室温でもオーブンでもよくて、私今日室温で冷房の効いたお部屋で28度くらいですかね。でちょっとやってみようかなと思いますね。で待ってる間にですね、ドライフルーツの準備をしていきます。このね量はねもちろん好きな量入れたらいいんだけど、これもあんまり多いと難しいので、ちょっとねこの 35g ぐらいにして、大きさも大きいと難しいのでどんだけ難しいことに怯えてんねんって話やけど極力でもなんか失敗するの怖いから小さめに刻みまして、でねなんかふやかさなくても美味しそうだったので、私このままやってみようかなと思います。で言ってる間にですね、今日40分くらいでこんな感じになったので、もうよしとしまして、粉振っていきますね。ホームベーカリーで作った場合はここで合流する感じですね。
でちょっとベタベタするときは粉振って、まずこのバターシート包んでいくんですけど、このねバターシート2枚分くらいを目安にこうやってパタンってしたいので、2枚分を目安に広げていく。なんか伸ばすっていうよりかはもうちょっとだけ広げる感じで、だいたい2枚分くらいになるかなと。いいですね。手にちょっと整えまして、このね上と下の部分ですね、伸ばした時にバターがはみ出してくるのが怖いから、私は結構ねこの指2本分ぐらいちょっとこう隙間開けまして、でねバターシートを事前に出しておいて柔らかくしておいて、この生地とシートの硬さが同じ方がやっぱり伸ばしやすいっていうので出しておくっていうのもあるんだけど、言うて夏場はもうすぐ柔らかくなるから、私はねこの直前まで冷凍庫に入れておきました。でね、ごめん全然作らへんやんってごめんちょっと全然シートくっついてない感があるんだけどね、ちょっと切れ目があったりするんだけど、私は全然気にせずにねやっていきますね。で包んでいく。だから今結構バターシートがひんやりしてる状態なんだけど、もう言うてすぐ溶けてくるから、このままいきます。でこれで包みましたら横向きに置きまして、ここからね折り込みをしていくんですけど、今日はねもう暑いということで三つ折り1回だけ、でやっていこうと思うんですけど、ちょっとね成形の時に工夫してちょっとでもデニッシュっぽくなるようにやっていこうかなと思いますね。で伸ばす目安がこのね手のひら4つ分くらいの大きさ、3、4のこれぐらいのね長方形になるように、これももう測らずに私はやっていきますね。でこの縦方向、これ横方向、これ縦方向で、縦方向の方が伸びにくいので、こっち方向の方がね、なのでまずこっちを先に伸ばしていきます。いいですね。だいたいこの手の大きさぐらいに伸ばしまして、で伸びたら次横に伸ばしていきます。あんまりなんか綿棒をあっちこっちに向けるとね私難しいので、この縦に伸ばしてから横に伸ばすっていうので、私はなんかこれがやりやすいなと思ってやります。で今4つ分までいかなかったんだけど、ちょっとこことここにね見えるバターはみ出してきちゃって、もうこれ以上やるとねちょっとあかんなと思ったからあんまり無理せずにね、だいたい4つ目安で、無理やったらもうそこまででいいかなっていうのでやりました。でドライフルーツを入れながらですね三つ折りしていきます。もうちょっと入れれたかな、これちょっと鼻詰まってきちゃった入れれたかな、鷹の花出てきちゃった。で入れましたら、ここからね冬場はもう全然成形できると思うんだけど、もう夏なので一回これをね冷凍します。冷蔵でもなく冷凍でカッチカチにして準備万端で成形していきたいので、一回冷やしていきます。でその間にですね型の準備しておきました。バターをたっぷり塗っておきます。じゃあここからですね成形していきます。まず横に置きまして、一応ですね目安が18センチ ×18 センチの四角にしたくて、18っていうのが何かって言ったらこのパウンド型の長さですね。なのでだいたいそれぐらいを目安に伸ばしていきます。でさっき言ってたこの縦の方がねやっぱり伸ばしにくいっていうのがあるので、この縦から18センチ目安にですね、ここ結構ね優しくしましたね。バターがね怖いからねはみ出してくるのが。
でこれも無理せず、だいたい18くらいになったらいいなっていうので、次横なんですけど、横ね私も18センチになってたんでこのままいきますけど、足りなかったらちょっと伸ばしていくっていう感じですね。でこっから成形なんですけど、今日はねこれをまず3つに切りまして、でねこんにゃく成形、ビッグこんにゃく成形みたいにしたいんですよ何それってビッグこんにゃく成形したくて、なので切れ目を入れます。であんまりね深く入れすぎない方がちぎれなくてねいいかなと思います。これぐらいが結構良かったなと思いますね。でこれをね重ねていきたいので、ここでお水を塗る。これお水塗らないと結構重ねるのがねバラバラとなってきちゃうので、お水塗りまして、で真ん中のところがちょっと綺麗っぽかったから、これをね一番上にしたいなと思いますね。これは好きなようにしてもろって、でそうこれでねちょっと今日の一工夫ね、これでちょっとね層を増やしていく作戦ですね。三つ折り1回しか今日はしてないからね、これでちょっとでも層っぽくなったらなっていうので、これは伸ばすっていうよりくっつけるっていう感じですね。ちょっとこうくっつけてビッグこんにゃくを作っていく。でねなんか1回でも十分ね、1回でも可愛いかな。でもちょっとね2回転しますね。これはちょっとねお好みでね工夫してもろて、どうやろうね。私2回しまして、でちょっとね整えまして、あんまり触ってたらねバター溶けてくるからね、整えまして、で型に入れていきます。かわいいね。いいですね。でここまで来たら次二次発酵していくんですけど、今日ね生地を冷凍してたから結構ねゆっくりふっくらするまで待つ方がいいかなと思います。結構私もうここまで来たらできた気になっちゃってすぐ焼いちゃいたいんだけど、ちんまりした感じになっちゃうから、この型のサイズにもねよるから、この型のどれぐらいっていうのも言い難いんですが、ふっくらするまでとにかく待っていきます。でその間にですねオーブン予熱しておきました。だいたいね80分くらい待ちましたね。ちょっとこのふっくらした感じわかりますかね。ちょっとね真ん中の方ちょっと沈んじゃったけど端っこのボリューム出ちゃったけどね、いいでしょう。で最後仕上げに牛乳を塗りまして焼いていきます。結構この高さが出るのでアルミホイルをね早めにしました。いかがでしょうか。かわいいね。ねすごいか。型をねちょっといいやつをちょっと買ってからね、側面もねそこもいいね。ごめんちょっと興奮しちゃったそこの方もいいねそう焼き色がやっぱね綺麗につくようになってね、うちのオーブン弱々なんですけどいいよね。でねすごい美味しそうじゃないねえ三つ折り1回なんだけどね、やっぱなんていうの、表面のサクサク感みたいなのはちょっと少ないんだけど、三つ折りを3回ぐらいするのと比べるとね、ただねすごいね美味しそうにできるし、おすすめがねこのちょっとトーストするとバターがねすごい香ってきて、量の割にねバターを感じることができるから、私このちょっとねトーストがおすすめなんですよね。で私ね今日本当はチョコチップを
入れたかったんだけど、買いに行ったらねめちゃくちゃ高くてデニッシュ買えるやんってなったからやめてんね。で板チョコをねちょっとだけ乗せて一緒に食べたらねめちゃくちゃ美味しかったですね。はい、ということで今日はこの辺にしておきましょう。皆さん本当にいつもお付き合いどうもありがとうございます。おなおドーナツでございました。また見てね。バイバーイ。